はい、いつもご視聴ありがとうございます。上田 TV のゴッドです。次はですね、ライズの試乗レビューをしていきます。よろしければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。まだね、ご覧になってない方はこちらの動画もご覧になってくださいね。それでは行きましょう。このチャンネルでは車が大好きなゴッドが車を運転する楽しさを伝えようといろんなことにチャレンジし、車に関することを発信しています。ぜひチャンネル登録していただき応援よろしくお願いいたします。さあ出発しましょう。ちょっとね、出発する前に YouTube のね撮影してたらね、左にね止まってる方がじろじろね僕の方を見てくるんですよね。YouTube やってたらこう人に見られます。一時期のねアイドル気分を味わえるのが YouTube のいいところかもしれないですね。コンパクト SUV ライズはどのような走りをしてくれるのでしょうか。楽しみですね。よし出発しましょうか。ハンドブレーキ、よいしょ。走り出しは軽やかな感じですね。車重も多分ここまで重くないと思うんで、アクセル軽く踏んだだけでスーって進んでくれますね。左曲がります。ここからねコーナーがね続く道にはなるんで、どんな感じなんですかね。もう早速コーナーですよ。ちょっとねシートのホールド感もうちょっと欲しいかもしれないですね。ゴッドの意見なんですけど、ちょっとスピード出すと怖い気はしますけど、 N ボックスほどねすごい揺れたりとかはねしないですね。やっぱこの車はね重心が高めにね作られているんですけども、重心高めなんですけどもちょっとふわふわとかはねあんまりしないですね。重心高めの割にはしっかりと怖さがねなく走ることができますね。これ1リッターですよね。1リッターターボだけど 1500cc ぐらいのね感じの加速感はあるなっていう感じはしますね。上り坂でもねスイスイね走ってくれるんですよね。ちょっと坂になりますんでね踏んでみます。十分ありますね。十分じゃないですか。このパワーがあればこれはねスイスイ坂も登れちゃうんじゃないですかね。ここまで走ってていいです。なんかさすがねちょっと硬いかなと思ったらちょっと柔らかいかもしれないですね。なんかいろんなレビューとか見てみたんですけど、硬いっていう風に言ってる方が多かったけど、ゴッドにはちょっと柔らかく感じます。加速がすごい軽い。このライズですね、コンパクト SUV ってことで結構コンパクトに作られてるんですよね。そのおかげがですねすごい小回り効くんですよね。こういう時ですよ。小回りめっちゃ効いてくれますね。アクセル踏みます。ちょっと今ベタ踏みしてるんですけど、ベタ踏みだとちょっとパワー不足はちょっと坂になってたんでパワー不足は感じました。ですがね日常に走る分では十分ですね。 1500cc クラスに乗っているような感じです。ちょっとね試してみたいのがこのねパワーっていうものなんですよね。このパワーってのを押すとねすごい素早く加速してくれるみたいなんですよね。それがちょっと楽しみなんですけど、パワーって出た。なるほど。エンジンがうなってますね。確かにこのパワー速いかもしんない。今軽く走ったんですけど平均燃費が 10.6 ですね。ちょっと悪いかな。スポーツカーより悪いかもしれない。僕の車エアコンとか入れて 12.6 とかなんでちょっとそれに加えたら悪い。ちょっとね道に迷ってしまってねここにたどり着いたんで、せっかくなんで駐車をねしてみようかと思います。あと駐車はねしやすいのかな、気になるな。コンパクトなんでね出やすいとは思うんですけど、ここに止めていこうかな。でこうしてバック、めっちゃ見やすい。こうして
ちょっとずれてんな。すごい、これめっちゃ分かりやすい。ずれてることもすぐ分かる。おー、めっちゃ駐車しやすいやん。修正もしやすい。小回りが効くのでちょっと間違えても修正しやすかったです。このライズなんですけども、タイヤのね方向が分かるのでとても便利でした。結構ね、この車サスペンション柔らかいですよ。こういうね坂でも下がねつらないから安心。もう CRG はね、ここの坂はもう絶対降りれない。絶対するもん今の坂は絶対無理。自転車が来てる。でも視界めちゃくちゃいいですね。分かりやすい、車高がね高いし、視界もいいし、普通車なのに結構運転しやすい。これ N ボックスも運転しやすかったけど、このライズも運転しやすいですね。ちょうどいいパワー感っていうのもあるかもしれない。コーナーね、ちょっとロールするかもしれないな。ちょっときついコーナーとかちょっとロールする感じはするな。さあちょっとパワーモードをしてもう一回パワー。うおほほ、めっちゃ速いってわけじゃないけど速いよ速い。パワーはある。パワーモード面白いかもしれない。この CRG のスポーツモードと同じような感じなんですかね、このパワーっていうモードは。スイスイスイって登ってくる坂ので、解除するのにはもう一回ボタンを押したら解除されますね。左折するときにですね、死角の方が小窓になっておりますんで、とても確認しやすかったですね。内装のね動画で紹介してなかったんですけども、後ろにね USB のソケットがねあるんですよ。これまた嬉しいポイントですね。そしてね、ここに肘が置ける。うわー、これはいい、快適だ。こういう車ってありそうでなかった車だと思うんだよね。めっちゃいいですねこれ。もう走ってて思うの、意外と静かだね。やっぱアクセル踏んだ時にエンジン音はすごい聞こえますけどね。 1000cc だからね、その辺は仕方がないですね。どうしてもエンジンの音が回転数上がったらねうるさくなってしまいますけど、スルリーと軽いね。ハンドリングは軽い。地面にねしっかりついてるなっていう感じはしないですね。ハンドルが軽いです。ちょっとね制限速度内の加速をやってみようと思います。0から60の加速ですね。0から40。制限速度までは割とすぐですね。燃費が 10.6 か。ちょっと悪いな。ちょっと最後にもう一度ね峠っぽいとこを走って終わりにしましょうかね。シビックタイプ R、 やっぱこういうとこ走るよね。かっこいいね、シビックタイプ R。 今価格がめちゃくちゃ上がってますからね、あれ。新型がね今受注がねあれなんで、その1個前のシビックタイプ R の価格がねめちゃくちゃ上がってるんですよね。新車がまた開始しだしたら多分相場が落ち着いてくるんかなっていう印象がありますけどね。1回押すだけでずっとウインカーがね出てくれるのは嬉しいポイントだ。ただですね、このウインカーの操作もちょっと慣れが必要になります。上級グレードで206万円という価格設定。走りの方もね大変満足いく内容になりました。めっちゃこの車コスパがいい車でしたね。楽しかったな。こんな車乗るとやっぱ楽しいわ。それぞれのね個性があって面白いです
ね。やっぱ車は面白い。車を運転する楽しさをもっとたくさんの人に知ってもらいたい。そしてですね、いろんな車を紹介していきたいと思っておりますので、チャンネル登録ボタンを押していただき、応援よろしくお願いいたします。はい、最後まで見てくれた方におまけ映像。はい、今回のおまけ映像は大自然を感じられる映像になります。やっぱり自然っていいですよね。はい、この動画が面白ければグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。